こんにちは。最近、日産の警告音って変わったと思いませんか？音を聞くだけで、日産だと感じてしまうほど、印象的な音を奏でますが、どういった理由で警告音を変えたのか、変えたことでどんなことが良くなったのか、定量的に分析してまとめてみました。テレビなどスピーカーで聞いている方は、周囲の方の迷惑にならないように、音量を少し下げることをお勧めいたします。では、行きます。Now loading。まず、数年前、記事に上がっていた、日産の開発音について振り返ってみます。バンダイナムコとのコラボレーションで生まれた、新しい情報提示音ということで、開発秘話がすでに公開されていますが、対象とされている音は、主に、ドアがきちんと閉まっていない時に聞こえる音や、シートベルトが外れている時などにピーとなる警告音、といった音になります。日産としては、これらの音をドライバーに正しく伝え、車に乗る人の安全を守りつつ、さらに高級感も演出させたいといった感じで、欲張りな音を出したいということですね。ということで、日産のサウンドエンジニアと、ゲームメーカーであるバンダイナムコのサウンドクリエイターの協力を得ながら、新しい音を開発することにしたようです。バンダイナムコといえば、パックマンや太鼓の達人などの名作はよく知られていますが、特にパックマンは、印象的な BGM ですよね。耳に残るけど、なぜか不快に感じない BGM ですよね。そういった楽曲作成のノウハウを活用して、情報提示音が開発されたということです。ちなみに、バンダイナムコのサウンドチームの YouTube チャンネルもありましたが、結構カオスなチャンネルで、面白そうでしたので、時間のある時、一通り見てみたいと思います。では、その情報提示音がどう変わったのか、サウンドテストからしてみたいと思います。まず、ハンドアしてしまった時の従来の警告音です。3、2、1。よく聞く音ですね。ちなみに、こちらの音は、公式サイトから取得していますが、直接外で録音したのか、外部ノイズが多少混ざっていました。まあさておき、新しい音も流します。3、2、1。聞き比べると大きな変化が見られていますね。その他にもありますが、後ほど分析する際に紹介します。分析する前に、どうしてこのような音になったのか調べてみたことをまとめます。そもそもこの情報提示音のコンセプトは、開発者の鈴木博之氏によれば、社内の情報提示音を、より聞きやすく、エモーショナルなものとする。その上で、日産ブランドを感じられる音にすることを目指しました。ということのようです。そこで、はじめに、日産ブランドにふさわしい、わかりやすく、かつ、エモーショナルな音とは何かを決めた後、ドライバーに伝える情報の緊急度や重要度に応じて、音色のバリエーションを検討し、情報提示音を決めたようです。もう少し具体的な話をします。Now loading。簡単に言うと、高級感と、緊急度重要度を両立させるために、これまで高周波だった音を低周波にして、高級感を演出し、また、単一音から非調和音にすることで、緊急度重要度を感じ取れるようにしています。実際に周波数分析を行うことで、音を可視化させて、確認してみます。まず、先ほどの従来のバック音から、解析しますね。3、2、1。ピークタイミングで止めてみると、このようになりました。2000Hz でピークがありますね。その他にも、4000Hz や 6000Hz などの、2000Hz の倍音が含まれていることがわかります。どうして、2000Hz が一番大きいのかというと、基本的に人の耳は、2000Hz から 4000Hz でかなり敏感で、他の音に比べて、聞こえやすいからだと思われます。そのため、耳障りに感じることもありますが、警告音ということで、ドライバーに関心を向けることが目的なので、理にかなった音だと思います。また、そもそも圧電ブザーと呼ばれる装置で音を出していて、1000-2000Hz の音を出しやすいので、たまたま 2000Hz がベースになっている可能性もあります。では、続いて、新しいバック音も解析してみます。3、2、1。ピークで整理すると、このようになりました。先ほどと異なり、倍音が抑制されていますね。加えて、倍音とは異なる周波数の 797Hz も存在しています。結論から言うと、
この 528Hz の倍音とは異なる音として、797Hz を入れ込むことで、緊急度や警戒度を高めることができるようです。視聴波と呼ばれる音のようです。加えて、2000Hz よりも低周波側に、音が変わっていることも伺えます。先ほどもお伝えしましたが、今回、高級感をテーマにしています。高級感を演出するためには、周波数を低周波寄りにすると良いということが知られています。しかし、低周波にすると、聞き取りづらくなるため、警告音としての本来の機能が発揮されにくいです。そこで、2つの異なる周波数の音を入れ込んで、違和感のある音にすることで、高級感を維持しながら、人に注意を与えているということのようです。ちなみに、お詳しい方だと、この周波数は、ドレミファソラシドの音階の周波数に似てないか、なんて思うかもしれません。音楽のドレミファソラシドは、それぞれにピークの周波数を持ち、例えば、ドの音は 523Hz くらいです。そうすると、今回のバック音のピークの 528Hz はドの音、797Hz は、ほぼその音。これ、C メジャーの音の一部だから、不快には感じないのではないか？そんな風に感じる方もいるかもしれません。しかし、通常度の音は倍音を含み、このような周波数分布になります。なので、倍音を抑制して、528Hz と 797Hz だけがピークになる音は、厳密には、ドやソとは異なる音で、違和感を覚える音なのかもしれません。とはいえ、ピーク音がドとその周波数ピークに近いので、絶対音感をお持ちの方は、もしかすると、何の音かわかるかもしれませんね。また、これまでの単一音にはなかった、音の減衰ですが、音を減衰させると、高級感が増すようです。実際に聞いてみると、新しい音は明らかに音の伸びがありますね。といった感じで、概要はこんな感じです。それでは他の音も聞いてみましょう。ヘッドライトつけっぱなしにしてしまった時の音。ちょっとうるさいので短めにします。ライトがつけっぱなしでも、バッテリー上がり防止のために、自動で消灯するから、このくらいの音の方がいいですね。以前の音は、うるさすぎる。次は、シートベルトの締め忘れです。この音は、2回に分けて発音させて、より深みのある音にしていますね。なんだかもう、シートベルトしなくてもいい気分になりそう。いかがだったでしょうか？今回このような2音同時に鳴らすというコンセプトになっていたわけですが、圧電ブザーでは表現力に限界があり、耳当たりの良い、高級感のある音色を出すことができず、新しいスピーカーも開発されているようです。情報提示音専用に作られた新しいスピーカーは、運転席前のダッシュボードに収められているようです。すごく作り込まれていて感動しましたよ。イグニッション音の起動音もかっこいいし、最高だ、と思っていたのですが、これだけ音にこだわっているのに、なぜかドライブレコーダーの起動音だけ、単一音で従来のままなんだよな。ということで、ドライブレコーダーの音も作ってみようと思います。ドライブレコーダーということで、ドとラの音を参考にします。ラの音は、調律の基準音としても使われる 440Hz の音なので、ラの音を活用しつつ、ドの周波数を変えます。ドの周波数は 523Hz なので、528Hz に変えます。どうして 528Hz なのかというと、528Hz は、ソルフォジオ周波数と呼ばれる周波数で、心身を安らぎモードに導く副交感神経にスイッチが入るため、リラックス効果が期待できるからです。奇跡の周波数とも言われています。いい気分で運転し始められるように、おまじないをしたということです。それで作ってみた音はこんな感じ。テーマは、CM で走っている日産エクストレイルのナンバープレート。